ネットワークゲームとかコンシューマーゲームとかの業界で20年程度ずっとプロデューサーとか、カスタマーサービスとかも全部含めて、立ち上げつつ、最終的には事業プロデューサーみたいなことをやっている、ポジションではあります。で、これまでいろいろタイトルを立ち上げさせてもらっている機会も多くなって、その中で代表的なものだと、例えば黒柳さんとか、あとはチェインクロニクル、オンラインゲームだとシルクロードオンラインとか、そんな感じの経緯です。で、今回のお話をいただいた内容に対して個人的にすごく興味を持っているのっていうのが、いわゆるそのメタバースっていうものに対して、オンラインゲームのいわゆるシステム設計そのものであって、オンラインゲームのいわゆるその仮想世界の中での生活っていうものをゲームっていうものを通じて体験させるっていうところで、新しい取り組みっていうのがそろそろ技術的にもできるんじゃないか。で、その中で Facebook でも、メタってところに対してものすごく興味を持っているような状況なので、現在の技術を使ってゲームを主軸にした生活っていうのができる。そういったものっていうのをゲームのシステム、現在のテクノロジーで実現ができないかなっていうところで、今回のお話面白そうなんで、ちょっと受けさせてもらったみたいな形です。なので、あれですかね、実現できると僕たちとしてもすごく楽しいものができるんじゃないかなというふうに期待はしています。まだ現段階だと開発者の名前までは聞き上げられないんですけど、昔一緒に携わっていた、そのように名前が売れているゲームの、プランナーと一緒に今ゲーム企画を立ててまして、RTS、リアルタイムストラテジーのゲームをジャンルにした、スマホライクなゲームっていうのがうまく作れないかなというようなところで、ちょっと今企画を飛んでいるといったようなところですね。で、企画はもうフィックスまで持ってきたので、あとは実際テクノロジー的にどこまでできるかっていうのを技術検証しに行く、段階まで来ているというところですが。なので、早ければここ1ヶ月ぐらいの間にはもう企画の講師までできると思うので、ラフのデザインだったり、そういったものがお見せできればいいなというふうに考えて、みんなと一緒にやっているような状況です。はい、僕らが今言ってるのは、なんでしょうね、わらわらしてるようなキャラクターと、あとそれを従えるちょっとでっかいボスみたいなものを使ったアクションっぽい雰囲気のある RTS っていうのが作れないかなというところで、このキーワードが飛び交っている。アリンクが足元にわーっと群れてるような感覚の遊びを作りたいみたいな感じですか。なので、使う技術としては多分 AI とかも含めて、わらわらしたものを操作して爽快性のある、アクションをしていく、RTS 的な遊び方をしていくっていう風なものを目指している状況です。夢の中で生活するみたいなものっていうのが現在のテクノロジーでやっぱり形にしやすくなってきている部分があると思いますと、実際にお金を入れて生活するっていうところまでが仕組みとして作れる環境にあると思うので、この先進技術っていうのをちゃんと形にできるようにこだわって作っていくってことは当然していきたいなと思ってます。で、何よりもやっぱり僕らはゲームを作りたいので、遊びの中で楽しく生活するっていうことが一番主軸なのかなと思うので、ビジネスでどうこうするっていうところももちろん担保しながらも、やっぱり遊びが面白いから参加したい、体験してもらえるようにゲームの作りに対してはこだわって作っていきたいなというふうに思っております。なので、どうでしょうね。出来上がった結果が楽しかったっていうふうに思ってもらえる方が嬉しいなと思うんですけど、頑張ってみます。自分たちの作ってるゲームを最大限やっぱ面白くするっていうところがゲームの開発者、周りに求められることなので、そういった意味では面白いものをちゃんと作り上げる仲間、チームっていうのはちゃんと作れてると思ってます。なので、ぜひこの授業に対してもご支援いただきたいですし、こういった取り組みができることでより面白いことを考えている人っていうのがゲーム作りにチャレンジできると思うので、ご支援いただけたら非常に助かるかなというふうに思います。